ご視聴ありがとうございます。今回は、日本の古いマンショントップ10を調べたので、動画にまとめてみました。マンションというか、所有権を売買する形の集合住宅といった方が良いような気もしますけど、そこら辺は目をつむってもらえると嬉しいです。それでは、第10位から行きましょう。第10位は、第10位は北海道室蘭市にあるコーポ西商事。竣工は1959年1月。北海道室蘭市にあります。64年前ですね。NHK 教育テレビジョンが開局したのが、1959年1月みたいです。アメリカのアラスカ州が、州に昇格したのも、同じく1959年1月らしいです。最寄り駅は室蘭駅。1.4km で18分ほどかかるみたいです。地上2階建てで、外観から見るに8個あります。標高はだいたい70メートル。航空写真を見ることに意味があるかわかりませんけど、せっかく遡れるので、見てみましょう。こちら2009年の写真です。青い旗の部分が、コーポ西商事です。これが最新です。30年ほど戻って、1974年の写真です。間違いなくありますね。続いて、一番古い1961年の写真です。何かありますけど、解像度が荒すぎて、建物なのかもわからないです。続いて、第9位。ではなく、10位です。第10位は、ツイン1の橋です。竣工は同じく1959年1月。東京都港区にあります。最寄り駅は、麻布十番駅、東京メトロの南北線と、都営地下鉄の大江戸線の接続駅です。駅までの距離は、290メートル。徒歩4分です。地上11階建てで、倉庫数は200個です。標高は4メートル。ツインとあるだけあって、1号館と2号館があり、それぞれ100個合わせて200個という感じです。裏からの写真がこちらです。賃料は、10万円から20万円。中古価格は、2000万円から5000万円でした。周りの他のマンションと価格を比べてみたところ、賃貸では、2割引きくらい、売値は半額くらいのように感じました。続いて、航空写真、2019年。1979年です。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、8位です。第8位は、エンゼルハイム神楽坂です。竣工は、1958年4月、日本コカ・コーラが、炭酸飲料ファンタを日本で発売したのと、同じ年月だそうです。場所は、東京都新宿区。最寄り駅は東京メトロ東西線の神楽坂駅です。距離は、300メートルで、徒歩4分です。地上4階建て、総工数は24個。賃料は、月10万から15万円。中古価格は、2000万円です。周辺の物件の値段と比較すると、賃貸は3割引き、中古は6割引きくらいに感じました。続いて、航空写真、2019年。1979年です。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。言い忘れていましたけど、標高は6メートルです。続いて、7位です。第7位は、花園住宅です。1958年3月竣工。本州と九州を道路で初めて繋いだ関門トンネル開通と同じ年月です。場所は、大阪府大阪市西区。最寄り駅は、阪神電気鉄道のドーム前駅と大阪メトロのドーム前千代崎駅で、距離が400メートル、徒歩5分です。地上5階建て、倉庫数は35個。1階にはスーパー玉で九条店が入っています。家賃は、3.5万円から6.5万円。周辺の物件の値段と比較すると、賃貸はほぼ同額、中古は7割引きくらいに感じました。標高は 0.7 メートルです。続いて、航空写真です。2017年。2007年です。1961年。1945年。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、第6位です。6位は、
伊東町住宅です。1957年12月に竣工、上野動物園内に日本初のモノレール、東京都交通局上野県水線が開業したのと同じ月です。最寄り駅は、JR 東日本の西大井駅です。横須賀線、湘南新宿ライン、相鉄線直通、JA 埼京線直通が乗り入れています。駅までの距離は、600メートル徒歩7分です。2棟あり、4階建て倉庫数24個の第1棟5階建て倉庫数30棟の第2棟があって、伊東町住宅としての倉庫数は55個です。1とどこから出てきたんでしょうかね。家賃などの情報は、募集中の物件の情報がなかったので、わからなかったです。ごめんなさい。標高は約22メートルです。続いて、航空写真です。2019年。2009年。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、第5位です。5位は、代官山コーポラスです。1957年6月に竣工、後に日本コカ・コーラとなる日本飲料工業株式会社が設立されたのと、同じ月です。最寄り駅は、東急東横線の代官山駅です。駅までの距離は、550メートルで徒歩7分かかります。参考にしているサイトでは、40個ということになっていますが、2棟目があり、合わせて80個あると思います。地上5階建てです。家賃は、情報がほとんどなく、中古価格は、6500万円くらいでした。周辺の物件と比べて、7.5 割引くらいに感じました。標高は約29メートルです。続いて、航空写真です。2019年。2009年。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、第4位です。4位は、八千代台団地です。1957年3月竣工、週刊女性が創刊された月と同じ月です。場所は、千葉県八千代市。最寄り駅は、京成電鉄本線の八千代台駅です。距離は550メートル。徒歩7分です。地上5階建て、総戸数は1114個ですが、境界八千代台団地の戸数だと思います。ただ、ここに書かれている建物は、公団八千代台団地という2階建ての建物群だと思いますけど、どういうことなんですかね。いまいちよくわからなかったです。ごめんなさい5階建ては、この境界八千代台団地で一番高い住宅の高さだと思います。賃料、中古価格は見つけられなかったです。標高は、26.5 メートルです。続いて、航空写真です。2019年。2009年。1961年、ありますね。これより昔の画像は、なかったです。1969年より前に建てられたことがわかります。続いて、第3位です。第3位は、柏木アパートです。1956年12月竣工、日本が国際連合に加盟したのと同じ月です。場所は、東京都新宿区。最寄り駅は JR の大久保駅で、距離は550メートル、徒歩7分です。地上4階建て、倉庫数は16個です。家賃は、8万円。中古価格は、2100万円くらいです。周辺の物件と比べると、家賃は3割引きくらい。中古価格は、半額くらいのように感じました。標高は、34メートルくらい。続いて、航空写真です。2019年。2009年。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、第2位です。第2位は、エミネンス寛大寺です。1955年5月竣工、広辞苑初版発行された月です。場所は、神奈川県横浜市。最寄り駅は、横浜市営地下鉄ブルーラインの三ツ沢下町駅です。距離は、800メートル。
徒歩で、11分です。1号館から3号館まであって、地上2階建て、倉庫数は27個です。賃料は、7万円中古価格は、500万円くらいです。周囲の物件と比較すると、賃料は平均的に感じて、中古価格は、データが少なすぎてよくわからなかったです。標高は、48メートルくらい。続いて、航空写真です。2019年。2007年。1961年、ありますね。1945年、亡くなりました。1951年から1969年の間に建てられたことがわかります。続いて、第1位です。第1位は、長岡ビルです。竣工は、1953年1月と書いてありますが、ホームズでは、1950年1月となっていました。ただ、ほとんどのサイトで、1953年1月となっているので、1953年の方で行きます。NHK が日本で初のテレビジョン本放送を東京で開始する1ヶ月前です。場所は新潟県長岡市。最寄り駅は、長岡駅で、距離は550メートル、徒歩7分です。地上7階建てで、地下1階があって、倉庫数は、75個です。賃料は、4万円くらい中古価格は、180万円くらいみたいです。周辺の物件と比較すると、賃料は、3割引きくらい中古価格は、データがなくて比較できなかったです。標高は、20メートルくらい。続いて、航空写真です。2014年。1961年、ありますね。これより昔の写真は見つからなかったです。ごめんなさい。少なくとも1969年より前にあることはわかりました。ご視聴ありがとうございました。評価チャンネル登録よろしくお願いします。